だよ。バブルンラジオ第11回やっていくよ。今回もたくさんお便りもらったよ。紹介できなかったお便りも動画へのコメントもちゃんと全部見てるからね。それじゃやっていこう。バブルンラジオ。今回のテーマは言われて嬉しかった言葉。今まで誰かに言われて嬉しかった言葉について教えてもらったよ。1通目は青い剣さんからのお便り。はよんぱー。私は絵を描くことが趣味なのですが、相手に喜んでもらえるよう一生懸命描いた絵をプレゼントして喜んでもらえて、上手だね、ありがとうって言われるのがとても嬉しいです。褒めてもらえると自分のモチベーションも上がるので、これからも絵を描く趣味は続けていきたいなと思います。青い剣さん、はよんぱー。お絵描きが趣味なんだね。心を込めて描いた絵が喜んでもらえたらとっても嬉しいよね。描いてる自分も見てくれる人もお互いいい気分になれるなら、こんなにいいことってないと思う。僕もこのラジオでファンのみんなと交流していつも元気をもらってるんだ。みんなに喜んでもらうためにもっと頑張るぞって気持ちになるよ。これからも素敵な作品をたくさん描いてね。応援してるよ。次は K さんからのお便り。はよんぱー。僕が言われて嬉しかった言葉は、夏井月先生から言われた、あなたの俳句はいろいろな読みができる、想像力の広がる俳句ですね。です。夏井月先生というのは、俳句の第一人者で全国で句会ライブを開催されている、その道では超有名な方です。ある日の句会ライブで、素人の僕が読んだ俳句がたまたまその日ピックアップされて紹介されました。ズバズバと厳しいことを言うことでも有名な先生なので身構えていましたが、優しい言葉をかけていただき、嬉しくなったことを覚えています。バブルンも機会があればぜひ俳句に挑戦してみてください。ちなみに、バブルことシャボン玉は春の季語です。K さん、はよんぱー。夏井月先生ってあの夏井月先生知ってるよ。テレビで見たことある。K さん、夏井先生に俳句読んでもらったことあるんだね。すごーい。それは嬉しいだろうな。日本以外の国から見てくれてるみんなのために俳句について紹介するね。俳句っていうのは季語を含む五七五の17音からなる詩のことだよ。季語っていうのは特定の季節を表現する言葉のことで、例えばみかんとかこたつは冬の季語、うちわや浴衣は夏の季語なんだ。シャボン玉って春の季語なんだね。最近暖かくなってきたし、ちょうどいいからシャボン玉を使って一句読んでみる。夢乗せて世界を包めシャボン玉。日本では春は始まりの季節って言われたりするよね。改めて僕の目標である世界中のみんなに僕のゲームを届けるぞって思いを込めて読んでみたよ。どう？みんなならどんな句にするのかな？バブルーンラジオ。ふつおた紹介。1通目はブラウンくんさんからのお便り。はじめまして。僕はマカオに住んでいるブラウンくんです。今日本語を勉強しています。日本語が難しいけど僕頑張ります。ちなみにマカオって知っていますか？マカオは小さな町でカジノがいっぱいあります。よかったらぜひ遊びに来てくださいね。カジノでお金たくさん勝つかもしれません。ブラウンくん、はじめまして。日本語勉強してくれて嬉しいな。とっても上手。いつか僕に会いに日本に遊びに来てね。マカオ、もちろん知ってるよ。カジノも有名だし、歴史的な建造物もたくさんあって、とっても魅力的な街だよね。まだ行ったことないから遊びに行きたいなぁ。
マカオにも僕のファン、いる？僕は10歳だから、カジノは入れないよね。あ、マカオの人は麻雀好き？僕、ジャンタマっていう麻雀ゲームの企業対抗戦で、台東代表として出場したことがあるんだよ。いつか、外国の人とも麻雀勝負してみたいな。大人になったらカジノも行ってみたいんだけど、僕はあと何年経ったらカジノに入れる年齢になるんだろう。次は、フール嬢さんからのお便り。はじめまして、ドランクが大好きなフール嬢です。バブルンたちには申し訳ないけど、いよいよドランクの紹介が迫ってきましたね。ミニルン紹介の時点でドランクが出てきた時からすごく楽しみにしてました。それはそうと公式サイトでバブルンたちがクリスマス衣装になってて可愛い。そしてドランクも黒サンタになってよく似合ってて素晴らしかったです。それにしても、クリスマスツリーの格好をしてる人、それでいいのか。フール嬢さん、はよんぱー。ドランクの紹介動画、公開したよ。見てくれたかな？僕としてはちょっと悔しいけど、こんなに応援してもらえて、ドランクもきっと喜んでると思う。クリスマス衣装、みんなすごく可愛かったでしょ。ドランクの黒サンタ、なんだかかっこよかったよね。いつもよりも悪役っぽさが増してた気がする。クリスマスツリーの格好をしてた人は、カッツェのことだね。カッツェはおしゃれなおじさんだから、カッツェにとってあれが最先端のおしゃれなんだと思うよ。体型にすごくフィットしてるしね。おしゃれは僕にはよくわからないけど、ちなみに日本ではあまり馴染みがないけど、ミニルンはクリスマスエルフの格好をしてたんだ。クリスマスエルフはサンタさんのプレゼントの準備を手伝ったり、子供たちがいい子にしてるか見守ってる妖精なんだって。ミニルンにぴったりなイメージだよね。次は、七尾さんからのお便り。バブルンさん、いつもラジオをありがとうございます。私はパズルボブル3のキャラが好きです。特にジャックが好きなのですが、昔は彼を女の子だと思っていました。今は男の子だと思っているのですが、SNS を通じて、昔の私の他にもジャックを女の子だと信じている方がいると知りました。ジャックはキザな仕草をすることも多いですが、ダメージを受けたり勝ったりした時は、他の女性キャラよりも女の子らしい仕草をするので、本人の気持ちとしてはどちらに寄っているのかが気になってしまいます。今更の話題ですみませんが、バブルンさんから情報をいただけると嬉しいです。七尾さん、お便りありがとう。パズルボブル3のキャラクターたちは、みんなアーケードゲームがモチーフになってて、個性豊かだよね。ジャックは髪の毛も長くてサラサラだし、顔も中性的で、スラッとしてるから、女の子だと思っちゃう人がいてもおかしくないかも。でも、性別は男の子だよ。ジャックは美しい自分が大好きな人だから、男らしいとか女らしいというよりも、とにかく自分が美しく見えることを重視してるんだと思うよ。だからきっと自分らしい美しさを貫いてるんじゃないかな。ジャックのそういうところ、すごくかっこいいから、僕も見習いたいと思ってるんだ。発売してもう20年以上経ってる作品を、今もこうして楽しんでくれてる人がいるなんて、すごく嬉しいよ。これからもずっと好きでいてほしいな。バブルーンラジオ。コメント返信の時間だよ。過去の動画についてるコメントで、僕が気になったものに返信していくよ。バブルーンは最高にキュートなプロゲーマー。へへへ。そう。ありがとう。駅の出先といえばゲームセンター。8番出口の先にも台東ステーションはあるかな？わかる。駅前といえば大きいゲームセンターだよね。意地悪で世界征服が夢なドランクだけど、私はそんな君が好きだぞ。意地悪だけど憎めないんだよね。そんな風に言ってもらえてドランクも喜んでると思う。
を言うと、トランクはみんなのライバルだけど、ちょっと好きなんだ。トランク、みんなに愛されてるね。ライバルの僕としても、嫌われてるライバルより、好かれてるライバルの方が張り合いがあるし、嬉しいよ。作品に心から敬意を表します。もっと多くの人にこのゲームをプレイしてもらいたいです。ありがとう。みんな遊んでー。とっても細かくてわかりやすくてすごい。さすがバブルン。へへへ。たくさん時間をかけて頑張って作ったんだ。参考になったら嬉しいな。バブルーンラジオ。今回のラジオはここまで。採用させてもらったお便りの投稿者には、僕から X、旧 Twitter の DM で壁紙を送るから待っててね。次回のお題はこれ。1、つい後回しにしちゃうこと。めんどくさいこととか、気が乗らないことってつい後回しにしちゃうよね。僕もお部屋の片付けを後回しにしちゃって、ボブルンに怒られちゃうことがあるよ。みんなも、やろうと思って、後回しにしちゃうことってある？僕に教えてほしいな。2、普通のお便り。僕への相談や聞きたいことを引き続き募集するよ。概要欄にある応募フォームから送ってね。採用された人にはラジオネームが入った壁紙をプレゼントするよ。それじゃあ次回の動画もお楽しみに。またねー。